Meshtabi. Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Hokkaido Zangi Senshuken desu. 食いしん坊の皆さん、こんばちは。こんばちは。北海道の名物料理の一つに数えられるザンギ。何が唐揚げで何がザンギなのかはよくわかりませんが、私たちが北海道で食べた鶏を揚げたもので、特に美味しいやつをちゃちゃっとまとめてみました。それでは早速。Let's get it started. 1. Kashilo. Torimatsu. 創業1960年、ザンギ発祥名付け親と言われる釧路の老舗焼き鳥店。昭和35年に鶏を丸ごと一羽ぶつ切りにして揚げたザーギーをメニューとして出したのが始まり、後に店主が運がつくようにと文字の間にを加えてザンギとしたという説が有力ですが、アイヌ語の骨なしの肉を意味するザンギという言葉が名前の由来だとか、中国四国地方においてもザンギやセンザンギという鳥を揚げた料理が存在するなど、調べれば調べるほど謎。唐揚げとザンギの違いについても、漬け込む漬け込まないと諸説はあるけど、明確な違いはないのよね。ということで、鳥を揚げてあるものはザンギという強引なまとめにしてありますので、そこのところよろしく。しなちく。ここのザンギは和製ケンタッキーフライドチキンって感じだよね。甘く下味がつけられたチキンを粉にまぶしてあげて、ウスターソースにオリジナルスパイス配合のソースをかけて食すスタイル。味は薄い中のソースっぽい感じだけど、漬け込んであっても薄味だからしょっぺくなくていいね。この薄味をその薄味を補うためのソースなんだね。うまくできてる。あばらの部分も細かく切って揚げてあるので食べやすいわね。食べた後の残骸が極めてケンタッキーを食べた後のそれに酷似しているね。これは一般的な今日のザンギイメージとはかなり異なるものですね。ふんわりとしっとり揚がってるっていうところがなんともザンギっぽいわ。そうだよね。ザンギっていうのはカリッカリのイメージじゃないもんね、本来。そうです。でも最近のお店はカリッカリのガリッガリが多いわよね。これは進化かな？なのかな？進化？スライダー？それ以上わかりません。2. Asaikawa. Onoki. 1922年、大正11年創業。東旭川の名店ですね。旭川の町から有名な旭山動物園の方に20分くらいドライブかしら。唯一無二の鶏料理を食べさせてくれるお店。なんか料亭みたいな風格を感じる歴史あるお店。すごいですね。創業100年オーバーっす。正直全くザンギではないんですけどもね、これうまいんです。一見鶏天のようなんですが、ザンギは漬け込む下味で各店工夫を凝らして美味しくするでしょう。こちらのは鶏自体の美味しさを味わうお店なんですよね。そう、下味がほぼなしなのよね。鶏そのまま揚げました的な。そうそう、不思議な唐揚げだよね。カリッと揚がってるんだけど味がほぼないんだよね。でもそれがうまいのさ。作り手がね、この鶏美味しいでしょって語りかけてくる、そんな気にさせられる一品でございます。ごま塩をつけて食べるスタイルも斬新。100年以上前からこんな美味しいもん食べてたのかしら。旭川ピーポー。んだ、素晴らしいですね。 3. Sapporo. Kuromo. 西野にございますルキですね。Rookie. 今回ザンギ選手権出場店は老舗が多いんですが、こちらは2021年開業の新しいお店です。こちらのザンギはすごいですよ。見た目が全然違います。これです、これ。カダイフザンギ。超ウルトラ級の変わりザンギ。見た目は不思議ですが、これ美味しいんです。まるでハズサメを外さめ揺れながら言い直しも噛むっていうね。まるで春雨をまぶして揚げたかのようなビジュアルですが、これは春雨じゃございません。これがカダイフなんです。西遊記のテーマソングじゃありませんよ。五大悟、それカダイフ五大悟だといいだけ一。カダイフは柔らかいを意味する麺の一種で、小麦粉と水が主な材料。トルコやギリシャを起源とする麺状の生地で、天使の紙とも呼ばれ、中東や地中海地域では15世紀から様々なデザートや料理などに使用されているんです。これはここでしか食べられないメニューね。
驚きましたね。びっくりしましたね。いや、カダイフで包んで揚げてあるのも美味しいんですが、おじさんは鶏肉の美味しさに驚いたんです。ねえ、すんごい鶏美味しい。さっきの小野木さんの鶏と同じぐらい新鮮でジューシー。ああ、そうだね。カダイフザンギ以外にも鶏の唐揚げもあるんだけれども、こちらはザンギとは歌ってないんよ。でもザンギです。大概ももの方が美味しいイメージだけど、ここは胸が美味しかった。柔らかジューシー、とろけるうまさね。はい、このルーキーはかなりありますよ。何食べても美味しい。新人王候補です。4. Sapporo, South Villa. 現在改装中で新鮮な映像は残念ながらありません。10月下旬再開ということで現在休業中です。だからこれは貴重な映像になるやもしれませんね。リニューアルオープンが楽しみです。札幌ソウルザンギですからね。 Sapporo Seoul Zangi. 大将の元気な甲高い声が早く聞きたいですね。やったーってやつってなんで私にやらせんの？キーが高すぎておじさんには真似できないよ。でもこのお店もザンギとは歌ってないのよね。唐揚げなの。はい、でもザンギです。漬け込んであります。漬け込みタイプのザンギですが全くしょっぴくありません。飯が進むんだよね、これが。そうなの。甘い系の漬け込みなんだけどくどくないからバックバック食べれちゃう。ああ、これは名ザンギだ。個数でメニューを選べる方式ね。それでいてもって安いの。ああ、唐揚げ2個定食は600円、3個定食で780円だっけな。安っ。唐揚げ1個がでかいからおじさんは2個で十分なんだよね。他にもいろいろメニューは盛りだくさん。基本中華いろいろだよね。グリーン色のチャーシューハンとかもあるよね。チャーシューハン？グリーン色のチャーハンとかあるのよね。あれ食べてみたいね。早くリニューアルオープンしないかな。待ち遠しいぜ。ねえ、お昼時はめっちゃめちゃ混んでるので訪れる時は時間配分に気をつけてね。5. All around the world. Kentucky Fried Chicken. ちょっと何がケンタッキーフライドチキンよ。ザンギ選手権でしょこれ。まあまあ、そう目くじら立てなさんなって。下味つけて粉まぶしてあげるっていうくくりじゃこれも立派なザンギさ。きっとこの瞬間スキップした視聴者さんだらけだよ。もまあまあ、俺の話を聞いてくれ。2分だけでもいいから。うなんか聞いたことあるわねそれ。2分だけだよ。1940年創業なんだよね、ケンタッキーフライドチキンは。100年近い歴史があるってこと？そうだよ。初めてケンタを食べた時の記憶は覚えているかい？8歳くらいかな。美味しくてびっくりした。でしょう。これ100年近くも前に編み出されたチキンが美味しくて世界中で売れてるわけだけども、もちろん真似したり模倣したり似たような商品は世に溢れてるんだけども、ケンタッキーより美味しいフライドチキンって誰も作れてないんだよね。これってすごいっしょ。びっくりドンキーのハンバーグソースもそうだけどなかなか超えられない味なんだよね。ケンタは昔の方が美味しかったとは思うけどね。なんか味変わったよね最近。確かになんか最近しょっぱいわよね。昔の方が美味しかった。だろう。何が変わったか知らないけど、おそらくカーネル・サンダースが今のケンタッキーを食べたら腰抜かすんじゃないかな。What? ってこれ私が作ったチキンと違いますってね。もう勝手な憶測やめて。未だに年一ぐらい食べたくなるこのザンギ。すごいと思うさ。おじさんはアバラハ。私はドラム派。おいらはドラム。Today's Katsu Curry. Sapporo. Kaluri. はい、ザンギカレー。カリッと塩ザンギっぽい唐揚げ2個が乗っかってます。ザンギカレーで無理っくりカレーねじ込んだね。まあそういうことになるかな。ドロッと濃いめの濃厚カレー。やや甘めで辛みは別料金。はい、もちろん辛いのチャレンジします。スパイス大量投入。スパイス大量投入しても汗は出ず。カレーの食いすぎなのか老化による代謝ダウンか、どっちもだね。マイカリーホット持参忘れでおじさん不完全燃焼もカツはしんなりしないようカリッと揚げる工夫がグッドですね。夜はダーツバーなのかなここ。カラッとザンギに濃厚カレー。意外におつね。あんたと一緒になってから私とカレーの距離がめっちゃ近づいたんだけど、どうなのこれ。楽しいでしょ。ノーカレーノーライフでしょ。 No curry, no そ life. れはあんただけ。 7.
Asahikawa. Tori Sen. またまた出ました。旭川の名店。旭川って美味しいものあるわね。ああ、これは美味しいですよね。抜群。山麓のちょい外れ。ここのザンギは本当にスペシャルね。メニューにザンギとは一言も書いてないけど、若鶏唐揚げの殻をカタカナにしてる店は少ないんだよね。そこ？これも強制的にザンギ扱いです。足からず。でもってここは飛び抜けて塩味です。見た目は醤油っぽいけど、味的には塩って感じね。カリッカリのサックサク。やめられない、止まらないってやつね。ああ、今回テイクアウトだからべちゃーなるかと思ったら、カリッカリ。鶏皮せんべい食べてるみたいにカリッカリだったね。カリッカリ。味はしっかりしょっぱめなんだけど、嫌じゃないのこれが。むしろビールに最高に合うの。これは皆さん食べたくなるのわかるわ。ね、基本しょっぺーの嫌だけども、これは別だ。むしろそれが癖になる。これ札幌にも欲しいね。旭川はジンギスカンもラーメンも美味しいけど、これも外せない旭川必食グルメね。あ、お土産テイクアウトも予約しないと受けてくれないので、電話してから行った方がいいわよ。できれば2人前以上で。1人前だとお母さん機嫌悪くなっちゃうんでね。そんなに？気をつけて。仮にカリッカリのカリーザンギあったらしっかりカリッとカリカリ食べたいね。仮にカリッカリのカリーザンギあったらしっかりカリ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 食べたいね。8. Kushilo. Nangbangtae. はい、ザンギ王国釧路の名店ですね。釧路市内から20分ぐらい標茶方面へ北上したところね。最初爆盛り系の店かと思ったよね。パイセンたちの書き込みがさ、量のことについてばかり書かれてるからさ、確かに写真で見ると量やば量。そうそう、すんごい量。1人前 500g の肉を使ってるそうだ。いやー、そりゃすごいわ。無理。実家4人分の焼肉の肉量。食べきれないよね。でもハーフがあるから大丈夫。ハーフでもすごい量だけどね。あれだよね。結構皆さんシェアして食べてるよね。3人でザンタラ1人前でライスだけ頼んでみたいなね。それ OK だから良心的っすよね。そうだね。味付けも美味しいんだけど、とにかく鶏が美味しいの。柔らかずすい。これは素晴らしいザンギでございます。漬け込んでやるんだけどしょっぱくないんだよね。ここのはすんげえうまい鶏。甘酸っぱい特製タレでよりさっぱり味変。これがご飯によく合う。非凡です。Gibor. 量に気を取られて味に気づかないかもしれないけれども、すんげえうまいですよこのザンギね。メガ盛りだけじゃない、本当うまい。このザンギ、略してうまザン。ザンスうまザンスうまザンス。ザンスうまザンス。ポトフも美味しいよねここは。んだ。 9. Sapporo. Hotte. 言わずと知れた札幌ザンギの代名詞的お店ですね。カリッと揚がったザンギがやっぱり美味しいの。どこかの町の名前だけ売れてるお店とは違って実力も確かです。でも最近あちこちに布袋さんの看板できて、ブランドイメージがやや落ちてしまっている感は否めないわね。そうだね。そういえば一悶着あったサーモンパークの道の駅にもあったよね、布袋さん。はあ、そうだ。あれどうなったのかな。新しい道の駅オープンしたみたいだから行かなきゃね。誰だ？鬼奴か？あれどうなったのかな。新しい道の駅オープンしたみたいだから行かなきゃね。でも北海道の美味しい店を食べ歩いてみて改めて感服しましたね。やはりさすがです布袋さんね。美味しいガリッと感が非凡です。 Gibor. やはりややじじいの私には味が染みすぎではあるんですけれども、最高クラスの美味しさを再確認いたしました。 I reconfirmed a first-class taste. ザンギいろいろ探して食べてみたけど割とベタなお店ばかりになっちゃったね。でそうね。もっとありそうだけどね。食べてみると意外にダメなんだよね。他に美味しいお店をご存知でしたらぜひ教えてください。お願いします。子供の頃食べていた黒い生姜の効いたザンギの味が忘れられないんだけれども、はい。確かね
手鹿賀の寿司屋かどっかの出前だったと思うんだけど、うまかったんだよね、あのザンギ。心当たりのある方はぜひコメント欄で教えてください。で、あなたが子供の頃って50年くらい前の話でしょ。そうだよ。もうお店なくなってんじゃないの。まあそういう可能性もあるけどもね。あれうまかったな。そういう思い出ありませんか？私はホテルでハンバーガー食べたの。それが超美味しくて、もうないけど。ハンバーガーね、なくなっちゃうのって寂しいよね。寂しいね。Jakai no Meshitabi wa. Gachi de mata tabathai. Otaru kaiwai des. Otanoshimini. See you soon. 昔ね、ケンタッキーフライドチキンの店長に聞いた話なんですけど、すすきの交差点のとこにケンタッキーフライドチキンあるね。あれ35年ぐらい前かな。あとね、まあまあ盛り場にあるケンタッキーやカーネルさんはね、連れ去られるんですよ、酔っ払いたちに。そうですね。絡まれるんですよ、酔っ払いに。おうカーネル行くぞっつって連れてかれる。なんであれ話しかけちゃうんだろうね。で、ある日またふと気づくと、カーネルがいなくなってたんだよ。怖いわ。またやられたよと思って、途方に暮れてたら、電話がかかってきて、はい、ケンタッキーフライドチキンでございますって言って、わしじゃよわし、カーネルじゃよって電話がかかってきて、いや散歩に出たら道に迷っちゃってね、どこどこの電話ボックスにいるんだけれども、迎えに来てくれへんかな。もう変ないたずらだなと思ったけど、もしやと思って、その言われた電話ボックスを見に行ったら、カーネル・サンダースが電話ボックスの中に入ってた。入ってたって。うわー、すごい。それでまあ取り返すことができたから、まあちょっと迷惑な話だけど面白いいたずらだなっていう。昔はでもなんかそういうちょっと笑えるいたずらっていう、なんかさすげえ嘘みたいな本当の話。マックのあの人とカーネルさんはいなくなるよね。あれですよ、1985年に阪神タイガースが優勝した時にそうだ、道頓堀のカーネル・サンダースは入ってしまう。調べたらね、あれ23年間上がらなかったんだ。そうだそうだ、ニュースになってた。そのせいで阪神が優勝できねえっつって、カーネル・サンダースの呪いだっつってその呪縛が解けたんじゃないですかね。まあ今年阪神優勝であるね。おめでとう。カーネル・サンダース投げられないように気をつけてね。食い倒れ人形も、餌食になりそうになったんだけど、当時の社長が死守した。体を張って